こんにちは。4G 初めから攻略パート30です。前回はゴグマジオスを討伐し G 級特別許可証を入手しました。それから古文書も入手したね。前回で早速一つ目を解読した。今回はその解禁されたモンスターから狩猟していこう。マジオスという大きな壁は越えましたが、まだまだ続きます。よーし、じゃあやっていくか。まずはティガレックス希少種からだね。1冊目からキティが来てくれます。解禁が早いのはありがたいですね。この子は武器防具が優秀なので需要は多いと思います。特に X0Z の腰と足が優秀なんだよね。攻撃と聴覚保護がついててスロットも多い。これはイベント防具を含めてもシミによく引っかかるイメージあるよ。 G3 以降の防具は非常に優秀なものが揃いますね。ずっと使っていけるレベルです。4G は強力で有名なテンプレが多いですが、大体は G3 後半以降で作れるものです。攻略途中で分かりやすく強いのがないのがちょっと難しいところだよな。我々も G1 と G2 は適当な防具をしみ打ったけど G3 になったらすぐ更新できちゃったりするしね。同じランクでもクエ解禁の順番があったりするのでシミュするにも苦労しましたね。大漏電以外にもギルクエやら村 G 級やらいろいろやらないといけないのもありましたし、特に大変だったのはガルルガの強力集めかな。もう紫エリアで暴れるガルルガ見たくないよ。ガルルガ X が超優秀なのが救いですね。で、G 級キティに来ておりますが、彼についてはどんなイメージですか？正直上位とあんまり変わらないな。攻撃力やばいし、進行度もあるにはあるけど、爆破やられに気をつければ一撃オツはもらいづらいから、案外なんとかなるって印象かな。耐久値もあまり高くないですもんね。むしろ相対的には上位より脆い気がします。肉質が柔らかいのもありますけど、妙に体力が低いんですよね。ハンターの火力に対する耐久値って上位より G 級の方が薄い傾向あるんだけど、こいつに関しては特にそれを感じるよね。さあ、しかし爆豪状態に移行しました。脆いとはいえ立ち回りは慎重にお願いします。そうだね、今すぐ必要なキティ素材はないし、クリア最優先でいこう。ちなみに装備はもちろん亜生2のものだよ。防御560しかないからダメージが心配だが。言うて500も600も変わりませんけどね。多分2発も食らえばおだぶつでしょう。とにかく大技だけは食らわないようにですね。方向とか突進とか。大丈夫、ティガ系は得意だからね。華麗に GP でさばいてみせるさ。油断してると足元すくわれますよ。毎回フラグ立てては痛い目見てるんですから。言って、まずい、我ながらフラグの回収が早すぎる。6割くらい持っていかれましたか。爆破やられもついててかなり危険ですね。爆破を引き起こされるとプラスで2割くらい減ります。大技は体力満タンでも耐えるか怪しいですね。毎回思うけど、これ盾持ち以外の武器ってどうやって立ち回ればいいんだろうな。範囲はでかいし、爆破の粉は邪魔だし、うかつに触れないぞ。さあ、泣き言も言ってられないので、取れる GP はちゃんと反撃していきましょう。今のは角度がいまいちだったが、ひるみ取れたし、まあいいか。とりあえず、早めに1回目のスタン取りたいな。V 破壊もしたいし。このクエのサブタゲは頭破壊でしたかね。反撃の機会を待ちましょう。今のは使っちゃいましたね。硬質の範囲って意外と広くないからな。ちゃんと芯で捉えないと当たらん。怖い。縦判定ギリギリだったぞ。キティはアシュよりディレイがきつめなんですよね。かなり待たないといけません。息を吸うときに大きく後退するのもあって、2連に反撃取るのが難しいですね。タイミングはもちろん、スタミナもきついんだよね。ダメージはなくても、スタミナの減りは大きいからな。回転攻撃は余裕がありますね。反撃を入れていきます。OK、スタン来たね。このうちに頭を壊しちゃおう。この状態では若干腕の方が柔らかいですが、サブタゲ狙えますからね。また、頭を破壊しておくと通常状態でも柔らかくなるので、疲労値などに楽になります。爆豪にならないと白でも頭弾かれるからな。判定でかいから壊さないと危ないんだよね。あと地味に普通の怒り状態も肉質硬いからね。見間違えると大変だ。怒りと爆豪は見分けつきませんからね。殴って初めて気づくことが多いです。あれ、今一瞬火怒りになったかな。GP ダメージで速攻怒り移行したように見えた。キティはかなり切れやすいので、開幕と疲労値以外で火怒り状態なかなか見れませんね。
火怒りは肉質的にはメリット薄いですが、単純に行動がかなり弱体化します。後ろ足とか殴り放題だよね。あれはあれで楽しくはある。でもやっぱり柔らかい方が好きだな。そら、また反撃放出が入ったぞ。頭のひる道もある程度気にしていきたいですね。おそらく一撃ではひるまないので。よし、また GP チャンス。腕の方はひるむかな。ひるまんか。こりゃ、小うどん次第では開始の攻撃食らうな。ある程度は割り切らないといけませんね。体力は満タン近く保っておきましょう。突進来た。正確に軸合わせしたら連続突進の合図だね。チャーク使いの腕の見せ所だよ。連続で GP 決めていこう。スタンチの蓄積的にも大事ですからね。ちゃんと頭に当てましょう。と思ったら普通の突進には決まりませんでした。さらっとすごいダメージ食らってます。ここは支給品で回復していこうか。支給品が豪華で助かったよ。その後数分経過して疲労状態に突入だね。頭が破壊済みで柔らかくなってますが、安全な足を狙っていきます。この状態だと弱徳が通るのは尻尾だけだが、無理に狙う必要はないね。青ゲージだから腕の弾かれに気をつけつつ、体力を削っていこう。はじめに、キティは体力が低いと話しましたが、あとどれくらいでしょうね。どうだろうね。今回については順調とも不調とも言えないけど、言っても武器が極限強化してなかったりするし、さすがに10分は超えちゃうんじゃないか。5針なら古文書解読に有効でしたが、そこまでうまくはいきませんか。今のところ古文書解読の最高率はテオだね。居合であれば5分で足引きずってたから。ただ埋めるだけであればテオいきゃいいね。とはいえ、極限個体の解禁とか考えると、その他のモンスターもやらないといけませんからね。極限の解禁には15から40体くらい、対応する種類を狩らないといけません。これ、攻略優先してきた場合は、だいぶ遠くなるよな。G 級以外でもカウントされるっぽいけど、そうしたら古文書進まないし。古文書の解読は、どんどん文字数が多くなりますから、後半は大変そうです。一応、クリア後の要素だからね。さて、もうすぐ10分が経過します。今体力どんなもんか、全然わかりません。ドクロマーク出たりしないからな。一回倒してみないと、本当にわからないよね。あら、んなこと言ってたら終わった。なんだかんだ5針は出たか。プレイ自体はあまりうまくいきませんでしたが、体力の低さに助けられましたかね。ともあれ、これで古文書クエスト初クリアです。古文書で解放されるクエストには、モンスター素材以外にも重要な報酬がある。ちょっと、それ見ていこうか。真ん中の段にあるあれですね。覇王の証です。これ、用途はそんな多くないんだけど、重要な武器の素材になるよ。それについては、動画後半で作成していこうと思う。迎撃戦が来たね。これも、大ローデンならではって感じだな。何回かクエストを回してると、こうしてモンスターが襲撃してくることがあります。古竜や極限個体が相手なので、比較的難易度の高いクエスト群ですね。これ、それぞれに出現条件は一応あるけど、襲撃するモンスターはランダムだよ。特別な報酬とかもないから、平坦な場所で戦える以外のメリットはないんだが。初回だけは重要な特典があるので、とりあえず1回はクリアすること推奨です。今回はクシャルが出てたので、これをやっていきましょう。マジオス以来の戦闘外、つっても全開ぶりか。マップとしては全く同じだけど、普通のモンスターが相手だとすごく広く見えるね。マジオスは規格外にでかいですからね。彼に対しては小さすぎるとも言えます。さてと、クシャルは、いた。普通に歩いてるけど、本当に襲撃なのかこれは。ハードスペック的にいろんな NPC が動いてる様子は、描画できないんでしょうね。静かな戦闘外でハンター一人で対処してる形にしか見えません。一応、村上位の最終では、一頭たちも動いてたんだがな。マジオス討伐にも参加してなかったし、薄情な奴らだぜ。まあ、彼らもギルドの要人クラスでしょうから、ずっとドンドルマにいるわけにもいかないんでしょう。極限レギオスの時も調査に出向いてましたし。しかし、このフィールドで古竜と戦うのも初期作を思い出していいもんだね。
セカンド G の時、ここでサビクシャと戦うクエありましたね。あれを彷彿とさせます。あの時は、はしごを登るのがひたすらだるかったですが、今はすぐ登れますね。はしご登ると、モンスターが定位置に来てくれるんだよな。それで激流層を当てたりね。激流層うまく当てて、クシャルの翼壊しましたね。妙に印象に残ってます。そんなクシャル戦だが、この装備の前では敵じゃないね。またそんなフラグ立てて。危ない。竜巻だけはちゃんと避けないとな。移動するので注意してくださいよ。本体の風圧に捕まると厄介です。何、油断しなきゃ大丈夫さ。言って、おいなんだこのダメージ。体力8割くらい消し飛びましたね。移動するくせにこんなに威力高いのか。感心してる場合じゃねえ。壁際で風圧食らうと危ないって。この辺ただの運ゲーになってます。突進来てたらアウトでした。風圧台は拘束時間がかなり長いので、うかつに近づいてはいけません。体験は SE が豊富で一撃離脱武器だから、近接ではトップレベルに相性がいいんだが。なんか、異常にダメージでかくてビビったよ。ステータス強化されてんのかな。そもそも、クシャルの大竜巻は攻撃力がかなり高く設定されてますね。攻撃力120は、バラのナギ払いブレスと同じくらいですね。そんな大技クラスをポンポン打ってくるのかよ。それなりの速度で移動までしてくるし。これは、やられる前にやらないとダメだな。体力は少なめのはずですから、スタンや先行の隙にコンボを入れていきましょう。ほら。ダウンはなし。今度こそ。いいですね。スタンが入りました。クシャルのスタンはかなり短い上に、復帰モーションもすぐ終わってしまいます。まとまったダメージ入るだけでよしとしよう。ちゃんと頭に入ったみたいだしな。それにしても、毒投げナイフあって助かりますね。まだ毒が続いてます。過去作ほどではないですが、ちゃんと有効に働いてますね。黒い風は触れるだけで尻餅だからな。さっきみたいな場面はさらに危なくなるよ。ダメージ的には優位性が薄くなったが、これを抑えてくれるのは偉い。毒が効いてるうちになるべく削りたいですね。さすがに頭破壊は難しいですが。幸い、フィールドは平坦で戦いやすいからね。できた隙は確実に狙っていこう。しかし、ここで切れ味落ちてしまったか。なんとかして研ぎたい。言っておきますけど、無理はダメですよ。さっきのダメージを思い出してください。わかってるって、回復薬も無限にあるわけじゃないしな。被弾が一番のタイムロスだし、ちゃんとタイミングは見極めていくよ。とはいえ、先行以外ではなかなか隙を見せませんが。ここは相打ちになったか。ダウンは結構取れてるな。しれっと横殴り切るためミスってましたが、まあ細かいことはいいでしょう。それにしても、なかなか飛びませんね。先行で落ちてくれた方が安全に飛べるんですが。クシャルが飛ぶことを望むとは、珍しいこともあるな。飛ばないね。地上戦やってくれるの自体はいいことなんだが。もどかしいですね。白すら落ちそうです。あ、飛んだ。いい狩りだしこれいけるんでは。危なくないっすか。なんか許されましたね。運ゲーじゃねえか。まあまあ、結果オーライってことでね。ありゃ、黒い風復活しちゃったよ。こうなると、近づくの怖いな。言うてフィールド広いし、気をつけてれば、大竜巻も大丈夫だと思いますけどね。さっさと先行で落として削り切ってしまいましょう。なんで当たってないの今の。ブレスを打つために頭を上げてて、目線が外れた判定だったみたいですね。こうしてみると、先行の判定ってだいぶシビアなんですね。そんなことより、竜巻の大運動会状態でめちゃくちゃピンチなんだが。白い方の竜巻も普通に厄介だな。軌道いかれすぎだろあれ。単純な曲線でもないみたいですね。コーナリングが尋常ではありません。また食らっちゃったよ。もう勘弁してくれ。ダメージもしれっと半分入ってますね。あの攻撃頻度でこの威力とは。こいつ、全ブレスが勝ち上げだから、食らった後の硬直もめっちゃでかいんだよ。風昇竜って別名もあるくらいですからね。最近あんま聞きませんが。移動してくれましたよ。体勢立て直して追いかけましょう。気軽に選択したはずなんだが、思いのほか相手が強いな。今の近づいてくる竜巻、何気に怖かったですね。よーし移動してきたぞ。ここもまた印象深いエリアだな。なんかここに来ると、ヤマツ思い出すんだよな。戦った機会、全然ないはずなんだけど。太古の昔の記憶ですが、ドスと F、どっちで戦ったかも覚えてませんね。
とりあえず、昔の古藤山津は松岳のゲームだったんで、登らなくていいだけで嬉しかったです。山津もすっかりご無沙汰だよな。なんか新作発表されるたびにトレンド入るけど。別にあいつのこと嫌いじゃないけどさ、そんな待望されるようなモンスターだったっけ？セカンド G の山津はまだ面白かったと思いますよ。それでも面倒でしたが。十中八九思い出補正だと思います。インパクトは強かったしな。吸い込み攻撃とか回転とかね。回転攻撃を肉焼きで避けたりとか、懐かしいですね。PSP 持ち寄って、誰が最後まで焼くの粘れるか、チキンレースしたりしたな。今後復活したら、どんなモンスになるのやら。ところで、プレイの方はかなりうまくいってますね。半ば店頭はめみたいになってますよ。だね。うまく地形に引っかかったみたいだ。あら、勢いで角まで折れた。最初のエリアでぐだってたから、ちょっと安心。ここまで来たら、もうあと少しですね。黒い枷もなくなるし。このエリアも基本的に平坦なので、戦いやすいのも嬉しいです。戦闘外は 4G で復活した割には、ほとんどそのまま移植されたよな。もっとデコボコしててもおかしくなかったと思うけど。マジオスがいますからね。彼は地形が安定してないと動けなさそうです。マジオスと同居できるくらいの高低差となると、2倍くらい広くないと成立しなさそう。そう言われると確かにね。ありがとうマジオス。君のおかげで戦闘外の平穏は保たれた。一応、高低差はこのゲームの目玉要素ですが、プレイヤーにとっちゃ枷みたいなもんですからね。こういう特殊フィールドの方がやりやすいとは、皮肉なものです。あ、終わった。タイムは8分半か。砂漠でやった時は10分以上かかってましたので、結構縮みましたね。やっぱフィールドって大事だわ。ここ、移動エリアも2つしかないし。装備更新も入りましたからね。スタン2回取れたのは大きかったです。さあ、これで解読が進んで、そろそろ2冊目も終わる頃ですね。だね。じゃあ確認してみようか。OK、埋まった埋まった。アカムが出現したな。いいペースです。では、また大長老に報告しましょう。よーし、早くも3冊目に突入だ。最初の頃はどんどん進むな。で、2冊目のモンスターはアカムでした。これも古文書限定ですね。他に目新しいモンスターもいませんし、アカムもこのままやっちゃいますか。だね、本当は装備組んで挑みたいが、まあ、現状のものでもなんとかなるだろう。さて、じゃあぼちぼちやってきますか。G 級アカムは気が抜けない相手ですね。やった感じ、ウカムの2倍は厄介です。こいつ周回するとき、だいたい貫通打ってたからな。剣士だととっつきづらいイメージあるわ。上位の時は雷の強属性でやりましたが、今回は榴弾でいきます。物理は固めですが、どこまで通用するでしょうか。よーし、じゃあやっていこう。火力を重視した結果、長靴術の発動は断念してるよ。ということで、とにかく地形の悪さとの戦いになるな。集中していかないと。地形の他にも防御力ダウンが非常に厄介ですね。一応、忍耐の種は持ち込んでますが。怒り時は付与する攻撃の頻度が高すぎて、気休めくらいにしかなりません。ベースの攻撃力もかなり高いからな。こいつは上位とは別格の強さだと思うよ。このためだけに鉄面皮を採用するのも普通にありだと思いますね。幸いなことにゴスロスキルで軽いので、火力スキルを一つ切ってでも採用価値があります。
防御ダウン大は防御力半分だからね。軽く小づかれただけで4割減るとかザレだよ。それに加えてアカムの体力も非常に高くなっています。少なくとも上位よりはるかにタフに感じました。攻撃範囲も相変わらず広く、これをかいくぐりながら削り切らねばなりません。行動もタフさも上位と変わらないウカムに比べると、一段アカムの方が強いと思うね。さすが古文書で解禁されるだけはありますね。時期自体はほぼウカムと変わりませんが。アカムは 4G で初めて純粋な G 級個体が登場しましたが、なかなかインパクトが強くなっていますね。セカンドでは銀行言われてたのを考えると、だいぶ強化されたよな。少なくとも銀行扱いできるようなモンスターでは全くなくなってるよね。幸い、と言うべきか、素材の需要はしっかりありますね。特にチャーク使いはお世話になるはずです。そうか、空ネエンカム用の装備も考えないとね。さすがに技物だけでは運用できないしな。匠ベースに変えないといけないから、別途しみ打っておかないと。そのためにも、まずはクリア優先していきましょう。スタンが取れていますね。弱徳が通るのは頭と破壊後の腹だけなので、頭への攻撃機会は貴重です。あ、この攻撃来たか。噛みつき、尻尾投げ払いのコンボだね。怒り時は噛みつきの時点で防御ダウンになるから、かなりいやらしい攻撃だよ。噛みつき系の攻撃を考えると、正面ぼったちは避けないといけませんね。頭への攻撃チャンスとトレードオフなのがしんどいところです。これのせいで G 級アカムって取っかかりがないんだよな。仕掛けるかどうかの判断がやりづらいね。それに加えて、この足元の熱ダメージ、全要素が牙を剥いてきますね。この子を周回するときは、類破壊素材の収集と剥ぎ取り目当てで区切った方がいいですね。そうだね。倒すだけなら強属星輪を担いで後ろ足と腹だけ殴ってるのが一番いいだろうな。確か雷強属性はもう強化できるよな。余裕があったら作ってみるかね。いろいろと作りたい装備があるので、優先順位を決めて取り掛からないといけませんね。一つ素材を集めるのも大変なので、進行とのバランスも考えないといけません。それにようやく武器作ったとして、それに合った防具もないといけないからな。スキルを絞って結果的に火力が出ないんじゃ、前の装備でよくねってなっちゃうし。動画にする以上は自己満でプレイしててもダメなので、そこら辺難しいです。さて、アカムくん潜ったね。潜った後の挙動はいろいろあるよ。一番困るのは定位置に移動してブレス打つやつかな。移動距離が長すぎるからね。ウカムでもありましたが、ここは極限より広いですからね。お、怒り解けてる。一応オートバク用意しておこう。あ、本当にソニックブラスト来た。持ってきててよかった。予備動作中に音爆弾を当てればダウンが取れますね。非火力限定ですが。このダウンは5秒間しかありませんが、完全無防備になるので貴重な攻撃機会です。今ので頭も壊しきったね。いい調子で来てるぞ。かつては頭破壊は体力 50% 以下が条件でしたが、本作では特に条件はないみたいです。おっと危ない。方向はしっかり GP して反撃しよう。反撃は調湿を選択していますが、臨状況的に硬質で止めた方が良かったかもです。で、その後の尻尾に当たっちゃった。ちょっとまずい状況だな。例によって戻り玉を持ち込んでるから、一度体勢を立て直してこよう。毎度、戻り玉にはお世話になりますね。決戦場系のフィールドでは、ぜひ持ち込みたいです。支給品も普通に豪華だからな。赤無線では忍耐の種までもらえるのか。10個も使い切るとは思えないが、普通にありがたいね。では、しっかり準備を整えていきましょう。さあ、もうすぐ10分が経つくらいだ。後半戦だね。あ、めっちゃ移動していきました。これは距離が遠すぎて追いかける気にもなりません。おとなしく回復とかして近づくのを待ちましょう。この仕様さ、もうちょっとなんとかならんかったのかね。いい狩りで、かつ移動が短ければ、音爆弾のチャンスにはなるけどさ。MH4 のアカムの仕様はサードのものに近いですが、サードの時もこんな移動しましたっけ？サードのフィールドは溶岩峡谷って名前だったね。マップの詳細覚えてないや。溶岩峡谷って確かサードにしか登場してないはずだし。サードももう15年前のゲームですからね。覚えてなくても仕方ないか。そういえばサードは G 級版もないのか。トライ G がその代わりみたいなもんですけど。サードが15年前か。なんかもっと経ってると思ってたわ。なんたって今年でモンハンクロスが10年だもんね。あの数年間濃かったんだな。
最近に比べれば作品が出るまでのスパンも短かったですからね。それでも、なんだかんだ2、3年に1本出続けてるの、かなりすごいよね。ワイルズもようやく発売する感じだけど、サンブレからは2年半くらいでしょ。大型のタイトルは5年以上空くこともザラですからね。それだけプロジェクトの進め方が優秀なんでしょう。その中でも毎回新要素が追加されてて、理想的なシリーズの進化だと思います。ファンとしては幸せなことですが。しかし、この戦闘はどうにかなりませんかね。溶岩に居座っちゃってますけど。こうなると距離を離して誘導するしかないですね。突進が避けづらいのでやりたくないですが。多分体力は結構削れてると思うので気力で乗り切りましょう。やっぱりちゃんと強いわこいつ。気が抜けないな。あ、15分張りに突入しました。時間かかってますね。ちゃんとひるんでるし、手応えはあるんだけどね。やっぱり、榴弾じゃちょい火力不足か。ウカムは、榴弾でも結構楽だったんだが、あいつの方が肉質硬いよな。アカムは、やはり防御ダウンのケアが難しいです。無理すると、すぐ移りますから。慎重になるので、どうしても攻撃機会が少なくなりますね。あとどれくらいかかるんだろう。耐久力の目安がないと、不安になるよな。初回討伐時はそうなりますね。これくらいで倒せる、と分かってれば楽なんですが。こういう精神的なとこも意外に大事だったりします。あ、終わったわ。15分半ならまあ普通か。結構ほっとしてますね。割とガチで強敵だったので。さあ、古文書の解読はまだ終わらないけど、報酬でまた覇王の証がもらえるな。これで作成予定の武器の素材が揃うはずだ。ですね。最後は加工屋によって締めとしましょうか。よし、強化と。これですね。反逆順譜ガルレギオン。とうとうレア銃の最終強化が登場です。倍率はブーストオアフォールより低めだが、津紫が魅力だな。正直、ログレギほど強力な武器ではありませんが、スキル自由度は高くなるでしょう。だね。今のチャーク装備は巧み運用してないから、ほぼそのまま使い回せるはずだ。装備は G2 段階のまま止まってるから、そろそろ更新を目指したいな。いつになるかわかりませんが、引き続き頑張って装備を整えていきましょう。よーし、じゃあ今パートはここいらで締めよう。古文書はすでに3冊目に突入しています。ペースは速そうに思いますが。古文書の文字数はどんどん増えていくからな。こうしてポンポン解けるのは最初のうちだけだよ。というか、早く解けすぎて寄り道しづらかったから、もうちょい文字数増えてほしいくらいだ。次はどんなモンスターが出現するか楽しみですね。その都度装備を合わせつつ、引き続き攻略を進めましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。